この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。将来の進路についての質問ですね。リズさん、16歳、女性からの質問です。斉藤直樹先生、はじめまして。いつもイラストの役に立つ動画をありがとうございます。私は進路に迷っている高校2年生です。具体的に何で迷っているのかというと、大学に行って心理学を勉強するのか、イラストを仕事にするかで本気で迷っています。本音としてはイラストの仕事に就きたいのですが、家族からあんたにイラストを描く才能なんてないと言われてしまい、深く傷つき、そのことから自分のやりたいことを優先するか、現実を見るのか、すごく悩んでいます。斉藤直樹先生の意見を聞きたいです。よろしくお願いします。とのことです。リズさん、ご質問ありがとうございます。これはおそらく多くの方が抱えているお悩みだと思います。夢に向かってまっすぐと突き進めたらいいんですが、やっぱりそうとも限らない。家の家業だったり、生まれた場所、経済状況によっても進路って大きく左右されると思いますし、リズさんのように親に強烈に反対されてしまうと、それを気にするなっていうのはなかなか難しいように思います。そんなリズさんに僕が言える言葉はこれ。現実と夢、どちらも手放さないということです。これおそらくですね、一番楽な選択は、どちらか片方を手放してしまって、もう一方の道に行くということだと思うんですね。リズさんで言えば、心理学の方向に進んで、親に反対されている絵はすっぱりと諦める。これが一番楽な方法だと思うんです。でもね、僕はそれは多分一番リズさん自身が後悔してしまうような生き方になってしまうと思うので、おすすめはしません。僕がおすすめしたいのは、両方諦めないこと。つまり、今リズさんが心理学にも興味があり、そしてそちらの道は親も応援してくれるのであれば、そちらの道に進みつつも、夢であるイラストに当てる時間も1日1、2時間程度確保する。そうするのがいいと思うんです。今は心理学の道を志して、その片手までイラストも描き続けること。そうするのがいいと思う理由が3つあります。不安はプラスにならないから。オンリーワンになれるから。神絵師はいつでも抜けるからです。順番にお伝えしていきますね。不安はプラスにはならないから。不安の感情はプラスには働きにくい。これは結構大事なことだと思っていて、特に夢を叶えようとする場合、言葉を変えると、誰からも頼まれていないことを成し遂げようとする場合、不安っていうのは一番の敵になります。なぜかというと、それがそのままやめる理由になってしまうからです。夢を途中で諦めてしまう人の大半って、実はこれが一番の原因じゃないのかなっていうふうに僕は思うんですね。どういうことかっていうと、これは結構日常生活でも頻繁に起きていて、例えば僕も結構こういうことがあったんですけど、最近ちょっと太ってきたな。よし、ダイエットするぞ。そうだな。よし、毎日10キロウォーキングしようなんてね、決意を固めて、その時は盛り上がっているので、やりきる気持ち満々なんですが、歩いている途中でね、携帯にブブって通知が来て、それが友達とか仕事先からのメールだったり電話だったりすると、あれ？なんかあったのかな？すぐ連絡した方がいいかな？なんて不安が発生してしまって、もういても立ってもいられなくなってしまって、ウォーキングをその場で切り上げてしまって、友達や仕事先に連絡してしまう。なんていうこと。ウォーキングは誰に頼まれたわけでもないので、ちょっとした不安が発生してしまうと、いとも簡単に優先度が下がってしまって、他の優先度が高い方に行動を移してしまう。これはですね、実は夢を追うことに関しても同じだと思うんですね。絵を描いて食べていけるようになりたいな。そんな夢を思い描くとき、確かに気持ちは高揚して盛り上がっていますから、その場ではすごく固い決意を固めたように思えますが、じゃあその夢を叶えるために必要なことは何なのかといったら、日々誰からも頼まれていない絵を描くというマラソンをいつたどり着くかもわからないようなゴールを目指してひたすら走り続けるような地味な日常が待っています。そんな中、
ピロイン、誰かからの連絡。それが緊急性の高いような頼まれ事だとしたら、誰からも頼まれていないような自分の夢よりも、その場で発生した不安をかき消すことの方が優先度が高くなってしまうと思うんです。しかもこれが自分の親からの反対だったり、否定の言葉だったとしたら、発生する不安はとても大きなものになると思うので、なおさらだと思うんです。一方で、よく夢を目指す人に投げかけられる、こういう言葉も耳にします。よし、1年だけ頑張ってみろ。それで芽が出なかったら、すっぱりと諦めて違う道に進むんだぞ。本当にね、よく聞く言葉なのですが、僕はこれを聞くたびにこう思います。一応応援してくれているように見えて、実はこの言葉、夢を諦めさせようとしている言葉だな。これですね、もしかしたら運よくその期間中に夢を叶えられる人もいるかもしれませんが、そもそもその期間中に自分にチャンスが訪れるとも限りませんし、それに何よりも1年のうちに絶対に成果を出さなきゃいけないという強い不安の中で、果たして正常な状態で努力を続けられる精神力の強い人がどれだけいるのかというのも疑問なんですね。大体の人はそういう状況になったら、1年でなんとかしなきゃななんて思いながら、その不安をかき消すために永遠とね、スマホゲームとかやり続けてしまうんじゃないのかななんて想像しちゃうんですよね。そう、不安が発生しているような環境では、そもそも夢を目指し続けるなんて難しいんですよ。夢を本気で叶えたいのであれば、日々発生し続ける不安をなるべく遠ざける必要があります。リズさんの場合、家族は心理学への道には理解を示していて、そしてリズさん自身もそちらの道に興味があるんだとしたら、まずは一旦極度に不安が発生しないそちらの道に進んでみる。そして絵はあくまで趣味と家族に伝えて、それはそれで続けていくといいと思うんです。内心ね、絵の方が本当の夢だとしても、まさかね、趣味にまで文句を言ってくるようなことはないと思うんですね。オンリーワンになれるから。で、ここまで聞いてリズさんはこう思ったかもしれません。夢に一直線になれない人にとって、そのぐらいしかできることってないよね。どうせ私はもうこの時点で絵で夢を叶えている人たち、いわゆる神絵師の人たちには負けているんだ。そういう人たちとは関係ないところで、低いレベルでごまかし続けていけってことでしょ。いや、ですね、そんなことはありません。むしろ僕はどちらかというと、リズさんは逆にラッキーだとすら思うんですね。リズさんは絵だけではなく心理学というワードがパッと出てくるくらい、今2つのことに興味を持ってますよね。それはすごくラッキーなことなんです。なぜかというと、今の時代は一つの能力だけでは人と差をつけることは非常に難しいからです。絵だけではなく心理学にも興味を持っているリズさんは、その分他の人が持っていない武器を手に入れられる可能性があり、たとえ技術で一番になれなかったとしても、2人といないオンリーワンの存在になれる可能性があるからです。どういうことかというと、特に絵やイラストの世界に関しては、もうすでにね、すごく時間をかけて成熟が進んできているので、もうみんなですね、ある程度見慣れてしまっているんですよ。皆さんも思い返してみてください。Twitter でね、どんどん流れてくる絵、すごく上手い絵はいっぱいありますけど、でもどんなすごい絵、どんな上手い絵を見ても、ちょっと驚くことはありますが、でも大体皆さん予想の範疇内じゃないですか。その予想を超えて並外れてすごい絵を作ろうとしたら、それはもう並大抵のことじゃありません。でもそんな飛び抜けた能力を持っているトップオブトップ、画力において一番になれなければ、そもそも絵の道で食べていけないとしたら、そこまでの自信はないなっていう人も多いと思うんですね。でも以外にもそこまで頂点の実力はないけど、同じぐらい精通していることがあったらどうでしょう。絵と他の何かの能力を掛け合わせることができたとしたら、人との差別化は難しくありません。例えばですね、僕の YouTube がいい例だと思います。僕は YouTube を始めて今1年と10ヶ月ほどですが、おかげさまで50万人以上チャンネル登録をしてくれている人が増えてきました。ありがとうございます。この結果はですね、一応成功と言ってもいいと思います。
でもなぜそのぐらいチャンネルを大きくしてこれたのかというと、正直に言って僕の絵の能力だけではこれは難しかったと思うんです。じゃあなぜそうなることができたのか。それこそが能力の掛け合わせです。絵プラス文章を書く能力プラスある程度おしゃべりができる能力、それに加えて38歳という年齢的な説得力もあったのかもしれませんね。特に絵以外の能力に関しては結構付け焼き場な能力で、一つ一つはそれだけで仕事ができるレベルなのかといったらそんなことはないんですが、でもね、これらを全部持っている人ってそんなにいないんですよ。絵描きでこうやって人前に姿を晒して喋っている人って、そう言われてみれば数えるぐらいしか思い当たらないでしょ。だからその部分で人と差別化ができて、この人の動画面白いって言ってもらえて、そしてチャンネル登録をしてもらえる、それが結果につながっていると思うんですね。でもこれって皆さんに当てはまるんですよ。リズさんは心理学にも興味があるとおっしゃっていますが、心理学プラス絵というのはかなり魅力的な組み合わせのように思います。なぜかというと、今の時代は特に元気が求められる時代だからです。今は物に溢れている時代です。例えば皆さんですね、超高性能なテレビが出ましたと言われても、うおー今すぐ買いたいってね、なる人って少ないんじゃないかと思うんですが、推しのライブがありますって言われたらめっちゃテンション上がって、わ、お年玉はたいてでも絶対に行くっていう人ってすごく多いと思うんですね。これは何を買っているのかというと、元気です。物ではなく元気が出ることに消費が移ってきているということなんです。リズさんが興味を持っている心理学もまさにそういった人々に元気を届けられる学問だと思うんですよ。辛い時にはこう考えると楽になるよ、こういう心理を利用すればもっとあなたの力が発揮できる、そういった元気の出る心理学ってこれからもっともっと必要になってくると思うんですが、もしそこにリズさんの夢であるイラストのスキル、そしてさらに文章を書くスキルや、もしくはおしゃべりができるスキルも組み合わされば、もうこれだけで無敵じゃないですか。そんなことができるのはもうリズさんしかいないからです。リズさんしかそれができなければ当然のことですが、仕事はガンガンやってきます。ほら、もう絵で食べていける状態になっちゃいましたよね。そんな状態のリズさんに対して、あんたには絵の才能がないなんて誰が言えます？今もし絵の分野にがっつりと踏み出せるような環境ではない場合には、むしろ違う分野に進んでみて、とりあえずそこに一生懸命に取り組んでみる。その結果は絶対に無駄にはなりません。一つの能力をとことん突き詰めるのももちろんいいですが、もしそれが叶わないのであれば、一旦本筋からは離れてみて他のことに没頭してみる。それが後々になってリズさんを助けてくれるようになると僕は思います。神絵師はいつでも追い抜けるから。でもね、さらにここまで聞いてリズさんはこういう不安を感じるかもしれません。いや、そうは言っても絵で仕事をするならある程度の画力は必要ですよね。今から数年間心理学を勉強してチャンスがあったら絵に力を入れるにしても、そもそもスタートが遅くなってしまったら早く始めた人には追いつけないんじゃないのかなって、その不安とてもよくわかります。実際若くして絵が上手い人ってここ最近どんどん出ていますし、そういう人を横目でチラチラ見ていると、自分も早くしなきゃってね、焦る気持ちってどうしても湧いてくると思うんですね。でもね、これに関して僕はこう思います。絵が上手い人なんていつでも追い抜けます。いや、念のため言っておきますが、別に若くして絵が上手い人をバカにしている発言ではないですからね。ではなんでこういうことを言うのかというと、僕の周りの絵を描いている人を見ていると、小さい頃から絵を描き慣れている人よりも大人になってから絵を描き始めた人の方が成長速度がものすごく速い傾向にあるからです。これはなんでかっていうと、頭の使い方に原因があると思います。小さい頃から絵を描き慣れている人ってどうしても描き慣れている
手癖に頼って絵を描き続ける傾向にあります。もちろんね、その描き慣れ自体も武器にはなるんですが、絵の成長速度というのはそういった描き慣れよりもどれだけ問題を発見して、そしてそれを改善できるのか、つまりどれだけ頭を使って絵を描くことができるのかによるところが大きいんです。頭を使って絵を描いている人の方がそうじゃない人に比べて何十倍も成長速度が速いんですね。で、そういった問題発見とそれを解決するための試行錯誤、こういう頭の使い方ですが、これはどんな分野でも一生懸命取り組んで、そしてある程度成果を出せた人はそういった頭の使い方がもうすでに身についていることが多いんですよ。だから他の分野である程度成果が出せたのだとしたら、絵の分野に途中で移ってきてもですね、ある程度の期間頑張りさえすれば普通の人の何倍ものスピードで成長することはできるわけなんです。しかもですね、絵に関してはスポーツのように身体的な優位性というものはそこまでないので、いつ始めてもいいというメリットがあります。リズさんがたとえ遠回りをして絵にがっつりと取り組めるタイミングが30歳まで来なかったとしても、それがマイナスに働くということは特にありません。いや、むしろそこから成功するチャンスというのは十分にあると思うんです。いや、むしろそれまでに絵以外の部分に時間を費やしたのだとしたら、絵しかやってこなかった人に比べて武器をたくさん持っているので、それだけ有利。努力次第で先に始めていた人をガンガン追い抜くことだってできちゃうはずなんです。それにですね、僕は絵はあくまで手段だと思っています。絵だけで伝えられることってたかが知れています。絵は表現の手段でしかないからです。リズさんが絵を通して何をみんなに伝えたいのか、これがないと絵はリズさんに力をあまり貸してくれないと思うんですね。でもリズさんにとってこれは伝えたいという思いが育ったとしたら、その時は絵はリズさんにとてつもなく大きな力を貸してくれると思います。そのためにまずはリズさんにとって表現の手段ではなく、表現の核になるような部分を心理学やひょっとしたら他の何かかもしれません。そういった絵以外の学びを通してリズさんにとっての表現の核になる部分を育ててみるというのはすごくありな選択だと僕は思います。ただですね、一つだけ注意しておきたいことがあります。リズさんは家族からあんたには絵の才能なんてないと言われて絵の道を諦めるか迷っているとおっしゃっていましたよね。でもこれだけは注意してください。家族に賛成されようと反対されようと最終的に決めるのはリズさん自身だということです。もちろんね、家族の意見というのは完全に無視するということは難しいです。特に親は精神的な結びつきが強いと思うので、どうしても影響は大きいと思います。親に反対されてしまうというのはもうそれだけで前に進むためのエネルギーがそがれてしまう。そのぐらい絶大な影響がある場合が多いと思うんですね。それでもあえて言います。自分の進路は最終的にはリズさんが決めてください。あなたの人生です。親の人生ではありません。あなたがどんな選択をしてどんな失敗をしようと親が責任を取ってくれるわけではないんです。夢を諦めるにしろ夢を目指すにしろリズさん自身が選択する必要があります。そうしないと後になってあの時こうしておけばああしておけば絶対に後悔することになるからです。今は夢に対して一直線に進める人を横目で見て羨ましいと感じてしまう瞬間があるかもしれません。でもリズさんにはリズさんなりの強みがきっとあるはずです。そしてそれを生かして夢をつかみ取ることは決して不可能ではないはずです。頑張ってください。諦めないで。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。夢を目指す人にとって親や家族、そして友人の言葉というのは強い応援の言葉にもなりますが、時として自分の力を抑えてしまう足かせになってしまうこともあります。そういった言葉に心がとらわれてしまった場合には、ぜひこちらの動画を見てください。クリエイターを目指す全ての人に言いたい言葉、人から投げかけられてしまった夢を諦めさせようとする一言、そういった言葉にどう立ち向かったらいいのか、この動画を見ていただければきっと心の整理ができて自分の力を十分に発揮できるようになるはずです。興味のある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。